こんにちは、リリナナです。今日はキャンドゥさんで購入したケーキを2玉使ってバッグを作ってみました。小さめなものになるんですけども、だいたい横が25センチぐらいで、こちらの高さが21センチぐらいのものになっています。で、持ち手は市販のものを使ったんですけども、もちろん編んでつけてもいいと思うので、お好きなように仕上げてみてください。で、私はケーキ2玉使い切りにしたので、このくらいのサイズになったんですけども、サイズはお好きなような感じで作っていただけたらなと思います。はい、では材料です。今回はキャンドゥさんで購入したケーキ、こちらのカラーナンバーが35番、こちらとダイソーさんのメランジカラーナンバーが781番のカーキ、こちらを使用していきます。で、ダイソーさんのメランジじゃなくても、キャンドゥさんとか、あとはセリアさんで売っている七色彩色など、そんな感じでケーキと似たような太さのものだったら大丈夫なので、お好きな糸で編んでみてください。かぎ針は7号針の 4mm を使用していきます。はい、ではまずはケーキの方で編んでいきます。一度くるっと引き締めてから鎖編みを40目編んでいきます。1、2、3、4。はい、鎖編み40目編めました。では1段目、鎖1つで立ち上がります。1段だけ楕円を編んでいきます。私は裏山を見ながら編んでいきます。上から数えて1、2、2目目に針を入れて、細編み一番最後の1目の手前まで細編みを編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。残り1目、こちらに細編みを3回入れます。1で、針の上に糸端を持ってきます。編みくるみながら2回で、同じ目にまた針を入れて、今度針のこちら側ですね。で、編みくるみながら3回、次の目からまた細編みを1つずつ編んでいきます。はい、端の方まで細編みを編んできました。で、残り1目残っているので、ここに細編みを2回入れていきます。1回、2回で、見づらいんですけども、ここが立ち上がりの1目で、次が一番最初の細編みの頭、こちらに針を入れて、で、新しい糸、私はカーキですね、こちらで引き抜きます。その時にこちらも針の上に置いてしまって、で、引き抜いてしまいます。おっと。で、こちらは編みくるまずに休ませておきます。で、次は2段目。2段目は細編みの筋編みを編んでいきます。鎖1つで立ち上がって、引き抜いた目、こちらに針を入れて、向こう側1本ですね、奥側の1本にだけ針を入れて、で、こちらの糸端を編みくるみながら細編みを編みます。で、また奥側の1本にだけ針を入れて細編みという感じで、筋編みで1周ぐるっと細編みを編んでいきます。はい、ぐるっと編んできました。で、引き抜いたところがあって、立ち上がり最初の細編みの頭、こちらに針を入れて、この時は頭2本に針を入れてしまって大丈夫です。針の上にこちらのカーキを置いて、で、こちらケーキの方で引き抜きます。で、これで2段目が編めました。で、次は鎖1つで立ち上がります。3段目ですね。3段目はまずは根元に細編みを1つ編みます。この時は筋編みをしないで、頭に針を入れてしまって大丈夫です。
でこちらの乾きは休ませておきます。編みくるまずに置いておきます。で次の目は頭ではなく1段下がります。これを編みくるむんですけども、その時に筋編みでここの1本残ってると思うので、ここに入れてしまいます。頭をすべて取る感じですね。1段下がって、この1段目の頭全部に針を入れて編みくるむ。ちょっと長めに細編みをします。で次の目には細編みを1つ。で次は1段下がって筋編みでできたここの筋、これも一緒に編んでしまいます。でちょっと長めに出して細編み。で次は頭を拾って細編み。次は1段下がって細編みというように端まで編んでいきたいと思います。はい、ぐるっと編んできました。で最後は細編みを編んで、一番最後はここを編みくるむ細編みですね。筋編みのところも一緒に取ってしまって長めの細編みで終わります。で引き抜いたところがここにあって立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて、でこれを針の上に持ってきて、こちらのカーキで引き抜きます。これで3段目が編めました。で次は2段目と同じように編んでいきます。鎖1つで立ち上がって、こちらのケークは後ろで休ませておきます。で筋編みですね、向こう側1本だけ奥側の1本拾って細編みという感じで1周ぐるっと編んでいきます。2段目と同じように編んでいきます。はい、最後の目まで筋編みを編んできました。で引き抜いたところがあって立ち上がり、で最初の細編みの頭ですね、こちらに針を入れて、でこの糸は針のこっち側手前に持ってきてケークで引き抜きます。これで4段目が編めました。で次は3段目と同じように編んでいくんですけども、3段目とは逆に編んでいきます。まずは鎖1つで立ち上がります。3段目では細編みで長い細編みという順番で編んだんですけども、次は長い細編みで細編みの順番で編んでいきます。まずは根元からこちら1段編みくるむ感じで、下の筋編みで残った目ですね、ここに針を入れてしまいます。でギュッと長めに出して細編みで、次は頭に2本取ってしまって細編みで、次は1段下がってここの筋も1本一緒に編んじゃいます。で次は頭に細編みというように編んでいきます。3段目とは逆に編んでいきます。はい、最後まで編んできました。一番最後は普通の細編みになっています。最初に長い細編みで始まっているので、最後は普通の細編みで終わるという感じで、引き抜いたところがあって立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて、でカーキーで引き抜きます。これで5段目が編めました。で次からは2段目3段目4段目5段目の繰り返しになります。2から5段目をもうずっと編んでいく感じなんですけども、ケークで編んだ後はメランジの筋編みですね、メランジで細編みの筋編みを入れる。でその後は普通の細編みと1段編みくるむ長めの細編みを交互で編んでいく段という感じで編んでいきます。2段目から5段目を
繰り返しながら編んでいきたいと思います。でちょっとわからないなという方は上に何段目って書いてあったと思うので、そちらを巻き戻ししながら編んでみてください。では上に書いてある段数までしばらく編んでいきたいと思います。はい、43段まで編んできました。で43段まで編んで糸が残り少ないので、これで終わりにしたいと思います。一番最後引き抜く時に今まで色を変えてたんですけども、このままこちらのケックの方で引き抜いてしまいます。でこちらのメランジはカットしてしまいます。で次は44段目44段目は引き抜き編みをして終わりにしたいと思います。このまま鎖編みをせずに1、2、2目ですねに針を入れて引き抜きます。一番最初の目がわからなくなりそうな方はマーカーをつけておくといいと思います。一つの目に一つずつ引き抜き編みをしてぐるっと編んでいきます。はい、一番最後の目まで引き抜き編みをしてきました。でそしたらチェーンつなぎをしていきます。糸処理できる分残してカットをして糸を抜いてしまいます。とじ針に糸をつけて、でマーカーがついているところに針を入れて、でこちらと一番最後の目ですね、そちらに針を入れて、でキュッと、であとは糸処理をしておきます。はい、糸処理をしてきました。でそしたらこちらの持ち手をつけていきたいと思います。編んでもいいしお好きな持ち手をつけてみてください。私はこちら100円ショップの持ち手ですね。で D カンをつけていきます。ちょっと小さめな D カンになります。で D カンの方はこう後から縫い付けていこうと思うので場所を決めたいと思います。だいたいピシッと半分にしてから横を決めます。でここのマーカーを合わせてで間を10センチ私は開けようと思うので、目数を数えてもいいんですけども縫い付けるので今回は長さで決めちゃいます。こちらにマーカーで10センチのところからこちら横にですね、で裏側につけるようにします。これは表でもいいんですけども私は裏につけちゃいます。でだいたいこちらと同じところにマーカーをつけて、で真ん中と両サイドは取ってしまいます。でカーキのメランジですね、こちらで縫い付けていこうと思います。でつけるのはどこでもいいんですけども私は1段2段ここが2段下がったところですね、カーキのここの細編みの部分が2段下がったここにこうつけていこうかなと思います。この辺にで
でこんな感じで他の3箇所も同じようにつけていきます。はい、こんな感じでできました。でちょっとタグをつけています。で持ち手の方も D カンをつけて後ろに隠すような感じで留めています。でだいたいサイズの方が横が25センチでこちらの高さが21センチぐらいになっています。でケークを2玉使い切りという感じで作りました。なので段数とかはお好きなように作ってみてください。ちょっとレトロな感じですね。秋っぽい感じのカラーになっています。では今回はキャンドゥさんで購入したケーク2玉とダイソーさんのメランジ、そちらを使って小さめなパックを作ってみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。